はい。気づいた方もいらっしゃいましたけども、はい。去年これやったの覚えてますか？存在の総転移ってやつ。はい。物質にはいろいろな状態の違い、性質の違いってあるよねっていう話。はい。もう中学校ぐらいかな、小学校かな、習うのは。固体、液体、気体っていうのはね。はい。存在のフェーズがこれだけの違いがあるわけです、同じものでも。ね。で、はい。覚えてます？もう去年やったやつよりシンプルにしたんだけど、はい。私という個ですよね。個性が、現れるのは、ここですよ。個だもん。人弁つけたらさ。ね。例えば H2O っていうことで考えましょうと。H2O のね、固体としてのあり方と、液体としてのあり方と、気体としてのあり方。で、もっといけば、ちょっと別なところでプラズマっていう、えーあの、層がありますと。で、層ってのはこれらの状態のことね。はい。で、これっていうのは、熱力学でね、あの、熱含量って言うんだけども、その、存在がどのぐらいの熱を保有しているかということで、その層が変わっていきますっていう関係になってるんです。冷たくなると固体になっていくし、温まるとこういう風に気体とかっていう風になっていく。これがエンタルピー、熱含量です。はい。同じく熱力学で出てくるエントロピーっていうのがあるんですけど、エントロピーとエンタルピーはちょっと違うものなので、はい。えはい。ね、で、この熱を、愛と言うんです。あの、冷たい人、温かい人って言い方あるでしょ？あれまさにそうで、暖かくなると、ね、その熱で固体は溶けて次の次元に移行できるわけですよ。はい。で、固体はもうほんとに個性を持って違う形で、ね、様々な個性を持つことができるわけね。大きさも違う、形も違う。そして個体だからこそ、ぶつかり合い、傷つけ合うことも可能になる。そういう状態です。はい。で、それが、ね、愛っていう熱で溶けましたっていうと、今度液体という状態を知るわけです。そうすると、液体だから、もう形を持たない。この形が私ですって言えなくなっているんですよ。そして、私とあなたっていう隔たりがなくなるんです。液体と液体は、こう、一つに混じり合うから。ね。分け隔てがなくなった世界になります。で、ここの状態を知ることをワンネスの理解っていう風になるわけです。で、これがさらに温まり、蒸発することで気化しますよね。温まると、もう分子が、もっと離れて、もう、なんていうの、物質として目に見えないような状態にまでなっていく。はい。で、ここを要は対象としてもう捉えられない。ね、1個2個とかって数えることもできない。ね、だから対象として見えない状態だから、1元とも2元とも言えない。ね。だから、ここは非二元の理解っていうことが分かってきますよっていう。
去年やったの覚えてますか？それ見てなくって今日初めて聞くって方もいらっしゃると思うんですけど。はい。で、この個体、要はね、氷見ると分かりやすいよね。この氷とあの氷とって分けて見ることができるもんね。はい。で、そこの個性をね、1個の氷、私はこの氷ですって言っているのが、その自我っていうもの。はい。で、出来上がった氷、ここに自我という状態があるわけです。だから、自我っていうのは、言ってみれば、個体っていう状態を指す言葉と似てるわけです。はい。で、何がその自我という状態をもたらすのというと、冷却作用という働きがあるわけです。ね。冷却作用があるから、個ができるわけです。ここまでよろしいでしょうか？はい。だから、気体が冷却されると液体になるし、液体が冷却されると固体になるよねっていうことです。で、愛っていうのは、はい、あの、それが冷たかろうが、あったかかろうが、熱そのもののことを愛って言うんですよ。で、熱力学で次のポイント、はい。この現象界に熱を含まない存在は存在しないっていうのが熱力学なんです。絶対零度って聞いたことありますか？はい。絶対零度。それはマイナス273.15度。これを絶対零度って言います。はい。で、この絶対零度って何かって言ったら、さっき言ってた熱含量がゼロの状態。ね。エンタルピーがゼロはどこかっていうと、マイナス273.15度なんですね。だから、これ以下の温度って存在しないんですよ。これより下がるっていうことは、そこには何も存在しない、温度が存在しないっていうことになるんです。だから、絶対零度っていうのは、あくまで理論上弾き出される理論値であって、実際に存在としてエンタルピーがゼロになるっていうことはありませんって。必ずこれよりも、なんか存在するのであれば、必ずその分子の振動というものが起きるので、この分子の振動には、やっぱり振動するその運動というものに対する熱が発生してしまうわけです。はい。ね。マイナス270度、だとしましょうと。それでも、ね、マイナスとは言っても、ね、熱がないって言ってるわけじゃないです、マイナスは。マイナス何度っていうのは、ね、あの、摂氏0度を基準にして、それより低いか、高いかをプラスマイナスで、示してるのであって、マイナスになるほど、あの、温度がなくなるっていうことじゃないんですよ。低くなってるっていうことなんです。えーこれついてこれます？温度ってのは、ある、ないって言えないんですよ。あの、あるしかないから。温度がないってことがありえないから。言うしかないんですよ。ついてこれるかな。ね、マイナス10度って言っても、マイナス50度より温度が高いわけですよ。ってことはやっぱり熱があるんですよ。これわかるかな？はい。マイナスっていう言葉に引っ張られて、温度がないってなっちゃう人がいるんだけど。はい。だから、存在するイコールそこには必ず、ね、温度が存在する。
はい。っていうことは、はい。ね、愛っていうのはその熱ですよっていうことを考えると、つまり、ね、温度同様、愛を有無で語ることはできない。愛しかない。ね。はい。温度と同様に、相対的な肯定っていうのはあるけども、ゼロには決してならないってことなんです。ね。愛がある人、愛がない人なんてことはないわけです。ね、愛が高い人と愛が低い人って言ったじゃダメだな。愛が高い状態と愛が低い状態があるわけです。ね。だから少なからず存在である以上、愛がないわけがない。愛しかない。全部が愛ってことになるわけ。うん。